はい、トライアルの川原です。今回はアフターエフェクツでこんな感じのバラバラに散らばった 3D 文字が集まるアニメーションの作り方をご紹介していきます。こちらの演出はゲームファイナルファンタジー7リメイクのエンドクレジットで使われていた表現となります。僕もこのゲーム発売日に届いて夜な夜なちびちび進めていて、やっと先日、クリアまで進めたのですが、そのエンディングですね、見て感動した後にエンドクレジットでこの演出が始まって、感動の余韻がありつつも、その頭の片隅でこの表現エレメント 3D の解説にちょうどいいなと思って今回速攻でちょっと作ってみて解説を行ってみようと思います。エレメント 3D 外部の有料のプラグインとなるのですが、アフターエフェクツで 3D 表現ですねを作りたい方にとっては持っていて損のないエフェクトとなりますので、今回こちらの動画を見て導入の検討、参考になればいいかなと思います。では実際に制作を進めていきます。まずコンポジションを作成します。新規コンポジションでカット01としてフル HD の10秒のコンポジションを作成します。そして文字を配置します。センタリングして、フォントはフリーで見つけた謎のファイナルファンタジーフォントというのを使っていきます。誰かが似せて作ったフリーフォントとなります。ファイナルファンタジーフォントフリーなんかで検索するとダウンロードできます。説明欄の方にもリンクは貼っておきます。こんな感じですね。ではこちらをエレメント 3D で立体化していきます。レイヤー新規、平面、E3D として平面を作成します。そしてエフェクト、ビデオコーパイロット、エレメントを適用します。文字は非表示にしておきます。エレメント 3D、まず立体化するためにカスタムレイヤーズ、テキスト&マスクスで、レイヤーを、今のトライアル動画ですね、を選択します。そしてカスタムレイヤー、レイヤー位置を設定した状態でエレメント 3D のセットアップを開きます。エクストルードを押して立体を作成します。こんな感じですね。厚みはベベルスケール1。こんな感じですね。そして見た目の質感マテリアルプリセットからクラスをダブルクリックで適用します。こんな感じですね。これで立体の文字ができましたので OK。こんな感じですね。ではこちらにアニメーションを設定していきます。グループ1。パーティクルリプリケーターを開きます。パーティクルルックを開いて、マルチオブジェクト。これを有効にします。これを有効にすることで、この文字を一つ一つバラバラの文字としてアニメーションさせることができます。まず、ローテーション。こんな感じですね。バラバラで回転します。ランダムローテーション、キーフレームを打って時間を進めて0にします。回転数もですね。すると、こんな感じで回転して元に戻るという形になります。次にばらつきを作っていきます。スキャターの XYZ ですね。まず、決め位置にキーフレームを打っておきます。そして開始位置で X 横のばらつき、Y 縦のばらつき、そして Z 前後のばらつきを作ります。するとこんな感じで戻っていくようになると。ちょっとアニメーションが遅いので、時間を縮めていきます。
U でキーフレームを表示。こんな感じですね。もう少し広げておきます。これでバラバラの状態から回転して集まるアニメーションができました。次に、前後の動きを作っていきます。パーティクルリプリケーターのポジション Z。これも先に決め位置にキーフレームを打っておきます。そして、ポジション Z をマイナス方向に移動させます。マイナス3500ぐらいとしておきます。すると、こんな感じですね。画面の手前からカットインしながら回転して集まっていくアニメーションとなります。もう少し回転数を増やしたいので、4と。4回転ですね。そして F9 で決め位置は Ease。これでまず一つ目のベースとなるアニメーションができました。次に最後、この文字が決め位置に来た時には平面の白いテキストになりますので、もう一つ白いテキストを作っていきます。エレメント 3D のレイヤーを Ctrl+D で複製します。そして複製した上のレイヤーのオプションを開きます。厚みを0にします。ペラペラの状態ですね。そして、OK。そして上のこの平面に戻したものに対してエフェクト、描画、塗りで単色にしておきます。白ですね。これでペラペラの文字になりました。こんな感じですね。今厚みのあるものとペラペラのものが両方表示された状態です。で、本当はこれで位置が合うはずなのですが、今、よく見るとこの白い文字が表面に来ていないんですね。これはなぜかと言いますと、エレメント 3D の押し出し機能ですね。これ押し出した方を開きますが、この押し出す時の押し出し方が、こう、後ろに伸びるんじゃなくて前後に伸びていく形になっているんですね。これが原因で位置がずれてしまっていますので、これを修正していきます。押し出し量1で、表示を上からに切り替えます。そしてラインを合わせていきます。この横軸のラインですね。センターラインに表面を合わせるように移動します。こんな感じですね。これで表面がセンターラインに合いましたので、位置を確認しておきますと、ペラペラの方も開いてみてみると、トップ。こんな感じですね。センターラインに合っている状態となっています。これで表面の位置に来るようになりました。そして不透明度で入れ替えるようにしていきます。まず上、t、不透明度、0から100に。そしてまた下も t。下の厚みのある方は、100から0に。とすると、集まってくると、こう、平面になると。タイミングを調整します。これでベースとなる一つ目の文字のアニメーションが完成しました。次に背景の文字アニメーションを作っていきます。
テキストをコントロール D で複製します。複製した文字を打ち替えていきます。こちらはランダムな文字にしたいので、もうキーボードで一つずつ文字を打っていきます。こんな感じですね。開業で四角くしておきます。これをベースの文字として使っていきます。また平面を一つ配置して色を変えておきます。この平面にもエフェクト、ビデオコーパイロットエレメントを適用して、またカスタムレイヤーズからこのランダムなテキストを選択します。この状態で同じようにまた押し出しを作成します。エクストルード。厚みは同じく1。マテリアルはブラックグラスを使っていきます。文字を非表示にするとこんな感じですね。ではこちらも動きを作っていきます。グループ1、パーティクルリプリケーター、パーティクルルック、マルチオブジェクト、イネーブルで有効にします。そしてスキャターで散りばめていきます。こんな感じですね。全体のローテーション、パーティクルリプリケーター全体のローテーションで回転をつけていきます。こんな感じですね。この回転はずっと回転させておきたいので、エクスプレッションで回り続けるようにします。オルトキーを押しながらキーフレームを Y ローテーションクリックして、タイム、アスタリスク50。こんな感じですね。ちょっと速そうなので、30。こんな感じですね。さらに、この文字を増やしていきます。パーティクルカウント、数値を上げると、こう増やすことができます。2としておきます。倍ですね。さらに調整していきます。今これ全体が回転しているのですが、それぞれも回転させたいので、マルチオブジェクトの方の回転にもそれぞれエクスプレッションをかけていきます。まず、ベースの形をランダムにしたいので、ランダムの数値を上げていきます。こんな感じですね。そもそもの配置がランダムになっていると。そしてそれぞれも動き続けるようにします。まず X、オルトキーを押しながらキーフレームを設定して、エクスプレッション、タイム、アスタリスク50。打ち間違えてますね。タイム、アスタリスク50。さらに、コントロール C でエクスプレッションをコピーして、Y もオルトキーを押しながらクリックして、コントロール V でエクスプレッションをペースト。すると、こんな感じですね。Z にもかけておきます。オルトキーを押しながらキーフレーム。コントロール V でペースト。こんな感じで、全体が回り続けながらランダムにバラバラに配置してあるパーツも
回り続けるという風になりました。散らばり加減をもう少し調整しておきます。スキャター X と Y、Z、広がり加減ですね。それぞれ調整していきます。そして全体が少し下がり気味になっているので、リプリケーター XY で高さを微調整します。こんな感じですね。これでパーツの配置ができましたので、最初と同じ Z 軸の動きですね。U でキーフレームを表示して、ポジション Z、これを最初に設定したこの前後の動きですね。コントロール C でコピーして、背景にもコントロール V で貼り付けます。U。こんな感じですね。ポジション Z も F9 で、Ease。すると、こんな感じのアニメーションとなります。背景は固定位置に来てから少しまたポジション Z が手前に来るような動きもつけておきます。こんな感じですね。これでベースとなるアニメーションが完成しました。次に質感を作っていきます。まずメインの文字の発光を作っていきます。これですね。2つ目。エフェクト、スタイライズ、グローを適用します。まず全体の発光から作っていきます。グローの基準、アルファチャンネル。敷地は0。カラーを入れていきます。青緑のような感じですね。強度 0.5。半径5。小さくしていきます。もっと強度を落としていきます。0.2。この標準のグロー、いろんな意味でちょっとかかり方が雑な部分がありますので、もう 0.1 とか小さな数値ごとで微妙に調整していく必要があります。まずこれを全体の発光として光の色としておきます。次にもう少し発光を作っていきます。コントロール D で今のグローを複製します。そしてグローの半径を増やしつつ、強度を調整。20。0.3。こんな感じですね。さらにハイライトを作っていきます。エフェクトをもう一つグローを追加します。そしてカラーは白。で、強度を上げていきます。敷地は調整しつつ、70、60。
50、60。強度1。グロの操作加算。スクリーン。半径は5。強度を上げる。グローカラーが A&B ですね。で、3、10。白いハイライトを乗せていくようなイメージですね。なんか下品やな。元に対して光の色、発光、ハイライトといった形となります。黒の強度 0.5、0.2、0.1、0.2、0.5。こんな感じですね。そして次、背景文。こちらはエフェクト、カラー補正、トーンカーブで少し暗部を落としておきます。さらに、最後全体ですね。レイヤー、新規、調整レイヤーで、全体の色調を調整していきます。エフェクト、カラー補正、トーンカーブでコントラストを作りつつ、サイドの調整ですね。エフェクト、カラー補正、自然なサイド。で、自然なサイドをマイナス50、マイナス60。ぐらいですね。マイナス30。これぐらいですね。
そしてこのハイライトが入る、テラテラ反射している部分ですね。ここはエレメント 3D のエンバイロメントですね。いわゆる周りの環境設定、今、こういった環境になっているのですが、これを変えることで変わりますので、シチュエーションを変えてみるのもいいと思います。こういった、映らないんですが、外の環境ですね。こういった環境が反射して、ハイライトが生まれるので、こういった感じですね。反射が変わりますね。といった感じで調整を行います。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じでエレメント 3D を使って 3D の文字を作ってそれらをバラバラに散らばせるアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。このチャンネルでは After Effects Cinema 4D Vegas を中心に動画制作の中でちょっと使うだけでいい感じになる技のご紹介を行っています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。